ないし、何がとは言えないんですけど、大きい小さいが人の価値ではないっての、分かってるんですよ、分かってるんですけど、まな板ですね。宮です。かつらてデビューした VTuber 講師、ディスコテンメテオです。第17回、今回のテーマは、炎上しない暴言講座。YouTube のトップの方々が芸能人よりも人気を博しているこの時代、日本の YouTuber を牽引する方々は、仏のごとき人格者か、打天使かのような辛口、エッジの効いた発言が多い方に分けられる気がしています。VTuber もゲーム実況で悪態をついたり、トークコラボでのプロレスと呼ばれるようなやりとりがエンタメとして人気になる中、そういったやりとりが行き過ぎて人間関係が歪んでしまったり、アンチを生んでしまったり、炎上してしまったり、そんなケースも少なくないようでございます。そこで立ち上がるのは私、VTuber 講師ディスコテンメテオ先生です。今回の主な内容はこんな感じで、暴言だってエンタメになる試合、炎上する暴言には共通点が、炎上しない暴言とは、そしておまけとしてウィットに富んだ暴言の例まで網羅しております。今回の内容を最後まで見ると、エンタメの中に収まる暴言を発するために何が必要なのかが理解できて、VTuber さんなら自分の活動での発言に幅が広がり、視聴者さんたちだとどこまでならコメントで許されるのか、エンタメと受け取ってもらえるのかが理解できて、推しに嫌われる確率が下げられると思いますので、この動画の高評価、そして YouTube のチャンネル登録、そしてメテオ先生の Twitter をフォローして最後までご視聴ください。1点注意点がありまして、今回の内容をもとに暴言を使った時に問題が発生した場合、責任は私一切負いませんので、自己責任でお願いしますね。1、暴言だってエンタメになる時代。さっきも言った通り、日本の YouTube 業界を牽引している方々は、仏のごとき人格者か、打天使かのような辛口の方、エッジの効いたコメントをする方に分けられる気がしてます。イメージしてみるとわかると思うんですけど、例えばヒカキンさん、ファンにも優しく、過激だと思われることをあまりしない。VTuber の体を得るタイミングで、多くの VTuber をフォローしたりして、摩擦を少しでも減らそうとする動きを見せたりとかして、人格者として知られてますよね。逆に辛口というか、エッジの効いた発言で人気の方も多いんですよ。ヒカルさんやひろゆきさん、あとは少しニュアンス異なるけど、コブドットのヤマトさんとかもこっちに入るじゃないでしょうか。ゲーム実況者さんでも同じことが言えると思います。加納栄光さんとかはアンチに、てくそーとか言われても全部包んでしまうような包容力を見せているのに対して、最近結婚で話題になった加藤純一さんとかは悪態をついているその様が人気だったりします。その他にもプロゲーマーさんやストリーマーさんは結構悪態ついてるイメージがある方もいるんじゃないでしょうか。突き抜けた辛口、暴言に近いもの、エッジの効いた発言というのは使いようによっては人気のポイントになったりするっていうことがあります。特に昨今、多くの人の意見の代弁を暴言という形でしている方々が多くのシェアを獲得して共感と人気を集めやすい時代になってます。バーチャル YouTuber さんの場合、ゲーム配信中とかトーク系のコラボとかで口が悪い感じの発言をした時あるじゃないですか。プロレスとか呼ばれているそういうやりとりってエンタメ的にも面白かったりとかするし、切り抜きポイントになったりとかもします。ただ最近、それが炎上の原因になって活動休止に追い込まれたり、病んでしまったりするパターンってそこそこ見かけると思うんです。だからこそ、そうならないための暴言の吐き方、相手への攻撃の仕方、そのギリギリのポイントの見極めについて解説していきたいと思います。2、炎上する暴言には共通点が。生放送中の暴言で炎上したケース、一番に思いつくのだと、身長170センチ以下の男性はほにゃ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 という発言じゃないでしょうか。メテオはですよ、完全に人間だった頃、強豪の部活に所属している彼とお付き合いしてたことがあるんですけど、その彼、大会の公式プロフィールの身長で165センチと持って申請してた、本当163センチの方とお付き合いしてたこともあって、個人的にはね、男性が身長170センチなくても全然恋愛対象ですし、全然いいと思うんですよ。メテオはですよ。メテオはね。はい。そんな話は置いといて、その他の炎上例で言うと、今、〇〇って言ったやつ、というような発言をして、炎上してしまった方々、記憶に新しい方もいるんじゃないでしょうか。じゃあなぜこれが炎上するのか。その答えは VTuber 講師動画②でも詳しく語ってはいるんですが、炎上する発言というのは、人を攻撃している、人格否定みたいなケースが多いんですよ。人そのものじゃなくて、その行為についてダメって言ってる分には、ほぼ炎上してないんですね。これって結局、客観視ができてるかとか、広い視野、例えば、国外の方とか、自分と違うジャンル、カテゴリーを好む方々が見ても、それは許容される範囲の発言か、言動かっていうポイントが、ちゃんと理解できてるかどうか、だと思うわけよ。これはね、炎上しない発言のためにっていう話だけじゃなくて、インターネットが発達したこの社会の中で、自分が当たり前だと思っていること、自分の常識が他の人たちの、多くの人たちにとって当たり前じゃない、常識じゃない可能性っていうのは、いろんな場面で出てきます。これは頭の片隅に置いておいた方がいいと思います。まだね、エンタメとして習った範囲の炎上しない暴言を操るにはどうしたらいいかって話。3、炎上しない暴言。
先に伝えた通り、炎上しないための対策を行った上で暴言を吐いてほしいので、丸2の動画を必修とさせてほしいんだけど、炎上しない暴言を成立させるポイントって、主に3つあると思うよ。1、相手へのリスペクトがある。2、前後のフォローがある。3、言動への攻撃である。1個目の相手へのリスペクトがあるってことに関しては、暴言を吐く相手にリスペクトがないと、ただの本当に攻撃になるわけ。そんないじめ差別と一緒です。言葉のナイフ、単なるナイフ。本当に相手にリスペクト、相手を尊敬している。そういう前提があることがマジで大事。我々は評論家でもなければ批評家でもないし、相手に攻撃するのが仕事でもない。エンタメの一環として、笑いと同じコンテンツの一つとして、暴言、口が悪いというコンテンツを提供してるに過ぎないのね。だからこそ、その相手へのリスペクトがなければ、成り立たないんですよ。エンタメじゃなくなっちゃうんです。リスペクトなしの暴言なんて、単純な悪になっちゃうのね。2個目の前後のフォローがあるっていうものに関して、特にコラボする際の相手とのプロレスがしたい場合とかは、前後のフォローがかなり大事です。よくある例で言うと、発した方はプロレスだと思ってるのに、受け取り側は、こんなこと言われたとかってお気持ちツイートとかしちゃうケース。それで、ファンの方たちが暴れちゃってプチ炎上してるのなんて、界隈で何度見たことか。できるならね、コラボ前に、この話題って大丈夫ですか？こういう風に流れを持っていきたいと思いますっていうのを確認しておけるならその方がいいんですよ。そうすると、全く心配せずにその用意していたものをぶちかますことができるのね。もし事前に確認できなかったとしても、コラボに、すいません、あれ大丈夫でしたか？ってフォロー入れることができれば、問題にならないことも多いです。ただこれも、相手へのリスペクトがあるっていう前提は大事にしてね。もう一つのフォローとして、前後にちゃんとフォローを入れて発言するっていう方法もあります。例えばこの動画のスタートの、いやー、どことは言わないし、小さいか大きいかが価値じゃないんだよって言って、まな板ですねっていう。このように、前後にそれを和らげることを言うとか、言い方を変える。こういうことをすると、暴言や口が悪いっていうよりは、エンタメの中でプロレスをしてるっていう風に収めることができる。あと、これの応用編で、褒め言葉を使いながらけなしたりとか、褒めることとけなすっていうのコンボ技ってのも効果的です。例えば、あんた浮気しそうやなって言われると、ってなるけど、いや、モテそうやから、付き合ったらすぐ浮気するとちゃうとかって言われたら、イラッとするというか、そうっすね。みたいになるじゃん。これは使いこなせたらいろんな場面で強いから意識してみてほしい。3つ目の言動への攻撃であるってことについては、罪を憎んで人を憎まずって言葉があるように、やってしまったことに対しての発言はいいんだけど、人に対しての攻撃はダメってことね。その行為をやった人じゃなく、言動に対してのものにすること。本当に人や人格、大事にしているものとかを攻撃しちゃうと、反発がめちゃくちゃでかいんですよ。だから、この言葉、このツイートの内容、これのここはっていう風に、攻撃する対象、フォーカスする対象を限定してあげることが大事。例えちょっと難しいんだけど、あんたありえへんでは人格否定だし、イラッとするし、反発がでかい。でも、あんたこんな日に寝坊するなんてほんまありえへんでは、寝坊に対しての否定なので、しゃーないなってなるし、笑い飛ばせたりとか、エンタメになったりとかもします。今回紹介した3つのポイントを押さえていて、炎上する事態に発生することはほぼないと思う。ただ、すでに理解してるとは思うけど、ガチの本気の暴言はエンタメに消化できないので、マジで注意してください。相手にヘイトを向けることはエンタメじゃないです。おまけのウィットに飛んだ暴言の例。メテオね。異世界漫画の悪役令嬢ものがめちゃくちゃ好きなんだけど、そういう作品って異世界の貴族社会が舞台になってて、含みのある言い方で相手に攻撃するケースがめちゃくちゃ多いのね。ここで使われる言い方、言い回しだと、炎上しないプラス、表現に幅が出たり、相手と相性が良かったりすると、そこで配信の切り抜きポイントができたりして、見どころになることもあるんですよ。現代でよく言われる類似のケースだと、強言葉に近いんじゃないかな。ここだけの話、メテオの非公開事務所の先輩の箱動画で参考になるものがあってめちゃくちゃ面白いんですけど、事務所非公開で先輩を公開できないので、その動画をおすすめできないから、ここで、いくつか使えるウィットに富んだ暴言ってやつを紹介しちゃうね。ずるいって言うんじゃなくて、世渡り上手ですねっていう。太ってんねって言うんじゃなくて、ふくよかですね。うるさいじゃなくて、あ、元気ですよね。趣味悪じゃなくて、独特のセンスをお持ちですね。じゃなくて、泣き者にさせていただきたいと思います。みたいな。これでなんとなく気づいた人もいるかもしれないんだけど、お嬢様言葉っぽくすると、他の人を攻撃してても炎上しないんじゃないかって思わない。不思議ですわね。それを考えますと、最近デビューした超人気で伸びまくって2週間でチャンネル登録100万人を超えたあのお嬢様、よっぽどのことがない限り炎上しなそうでとてもいいですわね。
ということで、今回のまとめ。1、暴言がエンタメになる時代。2、相手へのリスペクトがなきゃ暴言吐くな。3、お嬢様は最強。エンタメの飽和時代だからこそ、一風変わったものに人は惹かれる。だからこそ暴言がエンタメとして成り立ってるんだと思うし、口の悪いものも面白いと思われる。そのために言葉を発する方のボキャブラリーの豊富さが求められてるのかもしれない。配信での発言が面白い人とか、とっさの一言が面白い人って言葉らチョイスが秀逸だったりするじゃん。だからこそ上質なインプットも必要とされていくよなぁとも思うわけ。最近印象に残った言葉とか単語とかがあれば、ぜひコメントでも教えてほしいな。メデオにも勉強させてくれ。もっともっとインプットしたいってなことで、第17弾は以上。最後までご視聴いただきましてありがとうございます。この動画の高評価、YouTube のチャンネル登録、Twitter のフォローなどもぜひよろしくお願いします。あなたへのおすすめはこちら。それではまたお会いしましょう。ディスコテメデオでした。